皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね CRG の使ってて不便なところっていうのをあえてお話しさせていただこうと思います。っていうのが、私の動画がきっかけで CRG を買いましたっていうコメントがですね結構いただいてて、私としてはもう嬉しい限りなんですけども、反面事の重大さっていうか責任の重さも感じますので、やっぱり使ってて不便なところっていうのもやっぱりお伝えしておかないといけないかなと。で今から不便なところをお伝えするんですけども、それだからこの CRG をおすすめできないかっていうと、そんなことは全くなくてですね、そういったことを一応踏まえていただいた上でも、私はこの CRG は今本当に、買いじゃないんかなと。この今のこの寝頃感と、それとこの性能を考えた上で一番今いい時期じゃないかなっていうふうに思ってますので、今後の購入される方または所有されている方の参考になればと思っておりますので、どうぞ最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。今からご覧いただくのがこの CRG を使ってて一番不便な場面です。目の前にあるスロープをこれから登っていって、その先にある定点道路と合流します。この定点道路を合流するときに当然左後ろを確認しないといけないんですが、 CRG の左後ろというのは助手席のシートのヘッドレストがかなり上まであって、後ろが見えないですし、さらには C ピラーがかなり寝てるので、もう後方視界はほとんどゼロに近いです。でこうなるとですね、後ろの後方確認がほとんどできないので、毎日こういったシチュエーションで走ってるんですけども、これが非常に不便です。方法としては、例えばこれ左に出るときにですね、この直線道路になるべく車を直角に当ててやれば問題がないんですが、私が毎日通っている道路はもっと交通量が多い道路なので、このスロープを対向車線が降りていくんです。で車を直角に当てようとすると対向車線をブロックして止めてしまうことになるので、そういった交差ができないので、どうしても鋭角に交差するようになります。状況を再現してみます。この状況で斜め後ろを見ても、ほとんど見えないですし、ドアミラーを見ても死角が多くって、とてもじゃないですけどもこのまま交差するのは怖いです。ですから方法としては、もうできるだけ前に寄せてやると少しですが後ろが見やすくなります。この状態で発進するんですけども、発進をする前に少し時間を置きます。っていうのは、死角に隠れて見えてない車が必ずあるので、それが通過するような時間、それをちょっと待つような形にしています。それで通過する車がない場合発進するんですけれども、その場合もいきなり左に車を寄せるのではなくって、一度ちょっと右に出ます。でそうするとドアミラーからの確認が取りやすくなるので、それから合流すると。こうすることによって死角に入った車をですね、かなりの確率で避けれると思いますので、そうしてます。で今の話を聞いてると、交差にですねものすごい時間をかかってるように、聞いて取れるかと思うんですけども、これをなるべく短時間でやるようにしています。でこのぐらいやらないとですね、 CRG ちょっと死角が多くって危険だなっていう風な状態になってますね。もう一つついでに言うとですね、後ろの後方視界、ルームミラーを通してみてもちょうどヘッドライトとグリルのあたりが見えづらいので、車種が何かわからない車種は別にわからなくてもいいので、後方もちょっと見づらいですね。で多くの方がそれを解消するためにバックカメラを装着されているようです。次は車の乗り降りの検証です。 CRG の場合、非常に狭い駐車場だと乗り降りに苦労します。比較対象は今ドアの寸法を測っているポロ、およそ1メーターです。同じようなサイズのコンパクトカーですが、2ドアクーペの場合
ドアが非常に大きくなり CRG でおよそ140センチになります。ドアの大きさの30センチの差が乗り降りに大きな影響を与えます。最初にポロの乗り降りをご覧いただきます。壁との隙間は42センチです。隙間が42センチだとポロの乗り降りでも大変です。ドアが短くドアの端部に手が届くのでガードをしながら乗り降りすることができます。これで自分の車も隣の車も傷つけずに済みます。同じような状況で CRG の乗り降りをご覧いただきます。ドアが長い分、ドアの開閉角度が小さく、さらに乗り降りが大変です。体を乗り込んだ後でも足を乗り入れるのが一苦労です。ドアが長いためにポロのように手を使ってドアの端部をガードすることができません。降車の時は片足ずつ車から出し、最後に体を出します。アクロバティックな動きが必要になります。この車の前オーナーは体重が100キロを超える体の大きいオーストラリア人だったため、乗り降りに大変苦労した形跡が残っています。それがこちらです。乗り降りで靴が当たって塗装が剥がれています。シートにも苦労の跡が見られます。狭いので体をシートに押し付けながら乗り込むため、シートがひどく傷んでいます。降車の足元をご覧いただきます。左足を出すのでさえ大変です。ドアの長さの違いにより、ポロと CRG では開閉角度にこれだけの差が出ます。さらにドアの端からフロアまでの距離が CRG は非常に遠いので乗り降りを困難にしています。CRG をお乗りになる方、もしくは購入を考えている方で後部座席を期待されている方はまずいないと思うんですけども、ちょっとご覧いただきます。こちらが CRG の後部座席です。で、私の場合は身長170センチの、体重が60キロ少々。中肉中背でありますし、シート自体をものすごく前にする方です。ドライブポジションをとって、ステアリングを握った時に、肘がかなり曲がってないと、ハンドル操作ができないので、それが嫌いなので結構前に座ってます。で、前に座ったとしても、この程度しか隙間がないんですよ。げんこつ1個半ぐらい。だから、これにですね、大人は乗るのは無理でしょうし、小学校も高学年になると、長い距離走ると暴れるんじゃないかなっていうぐらい狭いです。もともと、後ろに人を乗せるっていうシチュエーションは、私の場合は皆無なんですけれども、荷物を積みたいっていう場面は多々あります。4ドアだと、後ろのドアを開けると簡単に荷物の積み下ろしができるんですが、CRG に限らず、国産車っていうのは、ここ荷物入らないので、シートを前に倒すと、これで荷物の出し入れが楽になりますが、これを起こしたときに、元の角度に戻らないんですよね。これがめんどくさくって、もうほとんど後ろに本当は荷物乗せたいんですが、後ろに乗せることなく、助手席に乗せることが多いですね。で、助手席ってやっぱり運転してると、転げたりすると気になったりするので、本来は、後ろの後部座席に乗せたいんですけども、このシートが元の角度に戻ってくれないっていうのが、もう乗り降りがしづらいんですよね。ただでさえシート前に乗せてて、シートが立ってると、乗り降りがしづらいので、2ドアのクーペにあるあるの話なんでしょうけど、荷物置き場としてもちょっと使いづらいなと
いうふうに思っています。今日は CRG を使ってて不便なところということで3点お話をさせていただきましたが、最初にお話した通り、それでも CRG を進めるかというと進めます。今現時点では非常にやっぱり値段がお安くなってますから、いい個体を見つければですね、かなり楽しいカーライフが送れるんじゃないかなと思ってます。スタイリングは唯一無二のスタイリングで、もう常々かっこいいって言ってるんですけども、この形にはまった人はですね、それ以外はちょっと代替する車がないようにも思われますので、これは本当におすすめの車だと思います。引き続きですね CRG に関するいろんなことをお話をさせていただこうと思いますので、是非チャンネル登録をしてですねご覧いただければと思います。今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございました。